これ本当に流したやつダメ。本当にダメなやつよこれ。Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Welcome to Downtime with Ken. I'm your host, Ken. こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。Downtime with Ken へようこそ。今回のゲストは静岡のアンドプロテクターが来てくれました。今日よろしくお願いします。もうまず最初に自己紹介の方をしてもらってもよろしいでしょうか。アンドプロテクターでベースボーカルやってます。つとむです。よろしくお願いします。ギターコーラス小沢です。よろしくです。ギタージェイミーです。それだけ。今日本当ジェイミー英語じゃなくて大丈夫。発音ちゃんとしなくて大丈夫です。ジェイミーあんまり今日は映りたくないって本当は映るつもりじゃないですか。来るつもりで。大平さんに座れって言われてそんなの許されないから。ここに来てます。本当に喋れないよ。映しちゃいけない男だから。メディア向けではない。狂ってるから。サイコパスだからね。何言うか分かんないから。で今回は東京でライブ、昨日だっけ。そう昨日ね、俺が別でやってるライフフォーカスっていうハードコアバンドでオータスとスタンドユナイテッドのリリースショーに出てて、でその流れでそうアルバムのミックスをしてて、そう全員で寝坊してここに今日。すごいよね。超ハードなスケジュールだって今夜帰るんだもんね。そうだよ、俺はスケボーして帰るんだよ。でもスケボーもするんでしょ。そうするするする。スケボーで帰るんだ。スケボーで帰る。高速静岡までみたいな。高速バスに捕まってみたいな。今から出発しねえとやばいことになる。やばいよ、パンパンだよねもう。俺ずっと今日会ってからさ気になったんだけど、つとむの手はどうなってるの。スケボーがどうしようもないそもん。れバンドに支障出てるよ。これね、ベースで弾けないんです。これはね、モッシュしてね、本当に先輩の後頭部本気で裏剣したらね、ひび入ったんだよね。よかったね、手だけでね。自分がやった手だけで済んでよかった。その後ボッコボコにされてる。先輩と大丈夫だそれは。先輩はね、単行部ができた。しょうがないっつって。しゃあないですね。モッシュはしゃあないっすよ。その県外のシーンっていうのはさ、やっぱ東京と比べて違うところとかある。どうだろうね、ゆるいよね、みんな。でもゆるい静岡県三島市ってすごいなんかね、ゆるいんだよ。なんだろうね街がゆるいし。富士山あるからかな。なんかエビルス・オブ・ウォーってハードカーバンドが先輩でいて、で、まあ俺はまあその高校の時に見てそう影響を受けてハードカーって音楽知って、まあいろいろあってこういうバンド始めたんだけど、まあそれで同年代でトゥーザイチってバンドとか、まあ今やってるスラムバッドボーイズっていうビートダウンのバンドとかいて、そうだね。一番でかい音楽って言ったら今はじゃあメロコアとかハードコアが、ハードコア。ハードコアがでかいんだ今元気かな。どっかのインタビューで俺見たんだけど、英語喋れないから日本語でやるんだみたいなことをそうそうそうで言ってて、でそこにはやっぱこう伝えるためには日本語じゃないとダメだっていう、なんていうの意識みたいなのがあるってこと。そうだね。なんかそのバンド始めるにあたってベースボーカルに、まあ、やろうと思ったんだけど、俺結構洋楽とかすごい好きで、まあ、英語の歌ばっかり聴いてたから、まあ、英語喋れればそっちで歌いたいんだけど喋れないし、そう、まあ、日本人相手にやるから、まあ、とりあえずは日本人を黙らせようみたいな説得力を出そうかみたいな、まあ、日本語の方がいいし、まあ、アドリブで入れれるから日本語だったら、まあじゃあ自然な感じでやろっかなみたいな。みんなにちょっと聞きたいんだけど、3人にジェイミーにも聞きたいんですけどそのライブでやる曲で、アンドプロテクターの曲で一番こうやってて楽しいというか、ライブでやるのが楽しみな曲って。なんだろう、俺は通り抜けるオレンジっていうちょっとバラードチックな曲なんだけど、まあゆっくりしたその曲はね、やっぱ丁寧に歌うね。結構あの曲もライブでやった時反応すごいよね。結構歌いやすいしね、メロディーがちゃんと立ってるから、みんなシンガロングしてくれるし。あの曲さ、聴いてて、あれっぽいなと思ったの。なんか洋楽じゃなくてすごく邦楽っぽいなと思って、そうそう、ギターがなぜか分かんないんだけどストレートナーっぽいなと思って。いいねいいねあれはね、アジアンカンフージェネレーションかね。正解は正解は時間だね。そうなんだ。意識してる、あれは
完全に。本当です。俺多分ここ2人は後から入ったうんはいから多分ちょっと感覚が違う。俺エゴサーチうんでやってるってよりも聞いてた時に行って一番衝撃受けた曲、まだ音源にもしないですよ、いつだっけ、ナインスパイスとかかな、バックデートとか出てた時かな、時につむさんが、フロアで、その一番最後の部分を歌った時に、うわやべえって思って、それがやっぱ今でも残ってるかな、曲は。と好きだったっていう曲があって、この曲超かっけえなっていうところから、自分がその曲をやる側、すげえ微妙微妙なんか今でも言うんだけど見たい、ファンだった。見たいのはある。つとんも思わない？自分のバンドを一回お客さん目線から見たいみたいな。どうだろう、たまに大学生とかでコピーバンドやってくれるんです、こんなマイナーなバンドなん超嬉しいよね。いやいや、俺はいやなんか演奏がちょっと上手くて俺よりうまいんだよ。そう全然うまいし YouTube に上がってるんだけど、ジェイミーさんはどうですか？僕は中吊り工具風に揺れてが、はいはい。おおすごい、そこ行ったね。すごい。僕も加入する前の初ライブを AP の見てて、その時に聞いてすごい衝撃を受けたんで、やっぱ中吊りですね。で今それをやる側になってちょっとこう感じが変わったというか、意識とか変わりました？やる側になってギター投げるようになったね。まあ作った当初とは違くなったよね、この2人が入って、もっとなんか暴力的な感じで弾かない、基本俺らもそうや。弾かないしみたいな、客席突っ込むしみたいな、チューニンググタグタだしみたいな、ライブ感が出る。ライブ感が出たね、かなり出たと思う。あんま俺はね、音楽したくなくて、そう本当に仕事して土日にゆるく、本当にまあ俺はスケートやったりバンドやったりしてるんだけど、そのノリでやりたいから、あんまりガチガチに固められたら多分もうやんなくなっちゃう俺は。でも、最近になってさ、こうよくプロテクターっていう名前がどんどん出てきて、オファーとか来るじゃん、そういうなんていうの、そのじゃあ仕事、じゃあ、遊びというかさ、その趣味の一環としての、本気で趣味をやるっていう意味で音楽だったら、そのループからさ、ちょっと出なきゃいけない時ってない？あるよ、オファーがいっぱいあってさ、どうしてもいろんなものを削っていかなきゃいけないみたいな。この日ディズニーランド行くから無理だよねみたいなあるよね。あるね、全然あるよ。あるよね。ライブやってくださいよ。やってくださいよ、もう。やるんだよ。やりますね。知ってますよ。すいません、本当に。フリーブライブやります。歌詞が書けなくなっちゃうね、そういうのがないと。本当に日常の中で出てきたことを本当に歌ってるだけだから、多分バンド寄りになっちゃう、何も浮かばなくなっちゃうんだよね、で何も歌いたくなくなっちゃうし、だからそれが一番嫌だかな。一番さ、遠征とかで、思い出深い、いい意味でもちょっとこう辛かったなっていう意味でもいいんだけど、福岡、完全福岡だよ。完全に福岡でしかない。移動福岡 2days 飛行機で行こうかと思ったんだけど、時間とかよく分かんないし機材どうしようみたいになって、じゃあもう車で行こうみたいなノリでなって、そう13時間14時間ぐらいかかってさ、往復で1日だよ。だってそうだね、そうだ車の中に1日ありえないもん。そうだよ、本当にキレ気味の。でも俺らだったら寝てただけだけど、ずっと寝てたよ俺は。ドラムの猫がホームシックすぎて福岡から一人でも最後静岡までワープした俺ら。起きたら一静岡人でもバーンっつってさ。すごいね。それはもうじゃあ移動自体が辛かった？そうね、だからライブもちょっと疲れ残ってて、申し訳ないんだけどあんまり出し切れてない。そうテイクアンビュランスが出てたんだけど、 B じゃないのこれまだ B じゃないの。 いいかもしんないよ。どんちゃん聞いてる？どんちゃん MC でさ、俺ら車で来てるのにさ、MC でわざわざ東京から飛行機で来ましたとか言って、俺ら車で来たなみたいな、ふざけんなみたいな、ふざけんな旅行じゃねえかみたいな、ふざけんじゃねえとか言って 2days ってことはさ、その2日目はちょっと復活したの2日目良かったね、2日目のいいライブしてた。そうもうそろそろでもちょっと地元帰りたいなっていう感じもあった。最後もう俺最初からあった。もう行きのもう名古屋ぐらいでもうほんと地元が大好きなんだね。モンピーだじゃがいもってやつがいたで、そいつが俺に教えてっつって俺が言って、でうちに来てくれて、で教えてくれたんだけど、なんかいいんじゃないそんな感じでとか言って、俺よりできてるっつって、でそんな感じなのかなと思ってスタジオ行ったらもう全然違って、あいつ何なのみたいな。でその後自分で聞いてちゃんと
入国してみたいな。やっぱ違ったみたいな。全然違った。それはじゃがいもが間違って弾いてたの？じゃがいもはクソだよほんとクソで。なんだそれ。じゃあ本当にじゃがいもの話が出て本当愚痴しか出ないメンバー。いや超好き。超好きなんだけど、超好き超いじられキャラでブラザー。ガーゴイルみたいな音がもう歯がガチャガチャでじゃがいもってあだ名でそういじられキャラなんだけど、ブラザー。そうそう多分ね、やばいねそれ。そうだからアルバムそのミニアルバムをリリースするって時にじゃがいも抜けますみたいなじゃあお前が抜ける前に出さなきゃやばいじゃんみたいな、そう本当にねあいつのせいでねあいつのせいいろいろね大変な思いをした。大変だったんですよ本当に大変なんですよ。これがねメッセージになってくれれば。これはねじゃがいも頑張れよっつって頑張ってくれる。そうこの前のライブで、渋谷でライブした時に、つとむが言ってたのが、まあこんな感じでまあ適当でいいでしょうみたいな。よく言うよ。そういうのはやっぱそのバンドやる上で重要な。いや一番重要だよ一番重要。どういうこと？そういうその適当っていう言葉でいろんな受け取り方があると思うけどさ、つとむ的なその適当というか。いやそんな音楽に対して構えなくていいんじゃないかなってのはあるけどね、本当に音楽って自然に入ってくるもんだからなんか結局なんか自分がやりたいことをやるべきだしなんかどっかのバンドの模倣みたいなコピーみたいなしょうもないさカルピスの原液超薄めた味の薄いバンド飲むよりはもう新しいカルピスの味を出した方がいいんだよ絶対原液を。だからそういうのも適当にもやった方がいいんだよ、もう周りに縛られない方がいいから、だからお客さんもそうだしこの時にステージダイブしなきゃいけないとか、そういうのはどうでもよくて自分たちが一番楽しめばいい、まあ、ある程度の道徳はあると思うけどね。もちろん、デザインもやってるじゃない、あれってさどういう感じで始まったのデザインって。あれは俺はもともとなんだっけかな、なんかバンド高校の時やっててそのロゴとかも書くのが好きだったから、大学進路どうしようかなと時にじゃあデザインできるとこに行こうかなと思ってそれで大学行ってイラストレーターとかフォトショップとか、なんかその文字の配置の仕方とかを学んでまあ、バンドやったらさ自分のバンドのまず作るわけじゃん、デザインとかそれが始まりそれを作ってたらいいねみたいな俺らのバンドも作ってよみたいなでどんどん広まっていったって感じで例えばソーレスペインってバンドはなんかもう哲学みたいなこと言われて文だけ渡されてこのイメージでみたいないやーわかんないでしょみたいなすごいねそれ。でも逆にそういう方が楽しいけどね逆にもう全部投げられちゃうとわかんねえよみたいなどうしようみたいなで作ったで文句言われるしみたいないやみたいなだったらなんかそのテーマ的なことを教えてくれた方がこっちはイメージを膨らましやすいというか、そういうのはあるかな。でデザインつとむとかがデザインしてくるじゃん、T シャツだったり、フライヤーだったりポスターだったりそれはメンバーたちはそれに対してもうちょっとこういうことした方がいいんじゃないっていう。オールオッケーです。オッケーも何もだってもう知らないもん。できてから知る。スタジオにね来てくるから何それみたいな新しいアンドブレッドのマージョン来てきて AP って書いてあるそう作っちゃったみたいな出すからみたいな。いいっすね。時々作る前にどういうのが出そうかみたいな話は時々するけど、もうほとんど一人で作ってもらえるからサムさんがでも大体かっこいいし絶大な信頼があるんだねその信頼あるね、尊敬してるし、まあでもちょっと恥ずかしくなっちゃってサムさんみたいになりたくはないなって思うすげえ言う俺がなったきっかけはそのインサイドっていう、東京ストレートエッジのバンドのカイさんがインタビューでなんかその自分のストレートエッジ感について語ってて、結構別に無理してやることじゃないみたいな別に酒飲みたかったら別にならなくていいしみたいな、ただ自分の自分のポーズを表示しろというか、俺は飲まないみたいな、別にお前飲んでもいいけど俺は飲まないよみたいなすごいナチュラルだなと思って、で別に俺なんかバンドマンでお酒を飲まなきゃいけないってイメージがあって打ち上げとかですごい潰されてて、次の日とかもうこんなになっててさ、俺は何をしてるんだみたいな、で別にナチュラルでもハイだし結構シラフで楽しめる人だからでタバコもともと吸ってないし、そんな女性関係とかもそんななんかズブズブな感じじゃないからだから自然にストレートエッジだね、無理してないからって感じだね。で多分そういう人が多いと思うよ。あ本当に日本は俺が知ってる中ではね、スタンドユナイテッドとか、オータスの高橋さんとか、俺は結構このバンド始めるまでは自己表現そんなに得意じゃなくて、先輩とかにもあんま何も言えないしみたいな、だったからとりあえずまずは意思表示というか、タトゥー入れたらもそうだね、それが始まり
かな。タトゥーいっぱい入ってるもんね。そうだね、いつでも増えちゃったね。今だって日産のマーク入ってるからね。マジで意味わかんないし、バカ、ここはもうおかしくなっちゃったね。さすがにバカだなと思って、まあいいかなみたいな。なぜもうノリでみたいな。こっちの手は1年に起きたことを入れてこうかな、年末にってことで、で一昨年が足を俺怪我しちゃって、松葉杖で生活したんだけど、もう嫌だこんな生活、松葉杖を入れようっつって去年は400万の日産の車をローンで買って、じゃあ日産しようみたいなすごいね。そしたらもう今年からも彼女にタトゥーを入れるなと言われて、そうなの？ちょっともう入れないで、日産ふざけんなみたいな日産はさすがにっつさってすがにみたいなそう、こうやってライブとかでこうやってあげるとここに日産が説得力みたいな日産っていいね。みんなはタトゥー入って入ってないツトムを見て入れたい、ここバーって入れたいな。日産見たら思わない。いやいやトヨタとかさ BMW とか車のメーカーいっぱいあるじゃん。全部日産いやもうさっきも言ったようにつとむさんみたいになれないなって思っていいね。そうで最後にちょっと質問したいんだけど、でこれはもうみんな来る人たちに聞いてるんだけど、思い出に残ってるライブ、自分がやったライブでもいいし見に行ったライブと、もしそこで買ったマーチだったりグッズがあればいつも聞いてんだけど、いつも聞いてたね。そう気になるんだよ気になる。俺考えてたんだけど何も俺もねえなライブ行かない。でもねそのさっき出したツーザイッチってバンドと、一回津山にねみんなででっかいハイエースを借りてツアー行ったの。津山と名古屋とあと三島の 3days、初めてのショートツアーだったんだけど、もうほんとツーザイッチがクソでね寝ないんだよあいつらが。だからも元気。うバスも寝れないし、もうこんなんなってさずっと楽しかったんだよね。その3日間は楽しかったかな。もう3日目とかね気合でライブ乗り切ってみたいな。もでも俺そのライブ見てたよ。そうこいつは見てた。そうか。まだ入ってなかったからその時に俺が入るって言わないでって言われてたのにライブで行っちゃってそう上がっちゃってもはいなっちゃってでもその時のライブ超かっこよかった。4曲しかやんなかったんだけど、もやりきったうね。やかりましたっこよかったね。あれじゃあみんなそのツアーが多分っていうか、どうだ俺はそれだね、俺はそれ。なんかんねいろいろ思い出に残ってるからな。他にあるようだったらあと50秒以内に言ってもらえる収められるんで。ないんじゃない？じゃあそのライブっていうことでそれでいいですね。今日のゲストはアンドプロテクターの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。疲れるね。すげえなこれ2時間コースいけたね。